皆様、コン N です。 NJ の遊び部屋へようこそ。解説役を任されました私、ナンバーセブンとちびしき G なのじゃ。これから2人で解説を担当していきますので、よろしくお願いします。よろしくなのじゃよ。今回は初心者ランナーさん向けシリーズとして、新規データの作成からチュートリアルの突破方法を解説していきます。スノーランナーを買ってみたけど何から始めればよいかよくわからない、よりスノーランナーを快適に遊ぶ方法が知りたい、チュートリアルでは教えてくれない便利な機能を教えてほしい、そのようなランナーさん向けの動画となっています。ところどころで攻略に便利な小ネタなども紹介しておるので、ぜひそちらも合わせて楽しんでほしいのじゃ。初めてプレイされる方にも分かりやすいように作りましたので、新しくスノーランナーを始める方がいましたら、こちらの動画を紹介していただければ嬉しいです。ちなみに主はプレイステーション5でプレイしておるでの、ボタン配置と違う場合があるから気をつけるんじゃぞ。では早速始めていきましょう。最初に注意点ですが、スノーランナーをダウンロード中はこちらトライアルのみが利用可能になります。お試し用の簡単なモードかななんて考える方がいるようですが、実はこのモード、経験者でも苦戦するようなかなり大変で難しいモードになります。特に一番初めのライドオンキングはクリアしているランナーさんはかなり少ないんじゃなかろうて、そのぐらい難解な課題となっているのじゃ。やりごたえもあるんじゃが、まあ初心者さんがやるもんではないの。なのでダウンロード完了まで待てない、早くプレイしてみたいという方は攻略を気にせずに、こちらのモードで自由に走り回ることをお勧めします。主がこの中でおすすめなのは荒野での捜索とジャルコデシュの2つじゃと言っておったな。どちらも攻略を目標とするにはかなり時間がかかり大変なトライアルですが、荒野での捜索では泥地を、ザルコデスでは積雪路をそれぞれ体験できるマップとなっているからですね。さらにかわいい LO4F っていう車に乗れるのもポイントですね。LO4F はとある東側の車両をベースにした車じゃな。車好きの初心ならわかるんじゃなかろうか。そしてトライアルで遊んでいる間にダウンロードが終わると、晴れて本編のニューゲームが選択可能になります。他にもいくつかモードがあるが、初心者さんは新しいキャンペーンから始めるのがおすすめじゃな。各モードをざっくり説明すると、新しいキャンペーンがノーマルモード、基本となるゲームモードで多くの方がプレイされるモードになります。ハードモードはその名の通りノーマルモードから、主にお金に関する部分に制限を設けて難易度を上げたモードになります。ノーマルモードを突破して遊び足りない方向けの高難易度モードですね。たまに初めからハードモードで始めるものもあるが、スノーランナーはノーマルモードでもなかなか歯ごたえがあるゲームでな。さらにハードモードの人口は少ないゆえ、野良で人を集めようにもなかなか集まらなかったりと苦労する羽目になるぞ。次にニューゲームプラスは難易度を自分で調整できるモードになります。超簡単から鬼畜最終兵器まで自由自在ですが、難易度調整が難しく、途中で変更することはできないので、こちらも初めのうちは手を出さなくて良いモードだと思います。最後にカスタムシナリオじゃが、こちらは導入した MOD マップ1面のみプレイ可能なデータとなるので気をつけるんじゃぞ。今回は新しいキャンペーンを選択します。すると4つの枠が表示されますが、こちらがセーブスロットとなります。各セーブデータの進行度や装備は独立していて、データ間での受け渡しなどはできません。主は3番目を選択したが、お好きな場所を選んでくれて構わんぞ。スノーランナーを開始すると、まずはこちらブラックリバーという町から始まります。ミシガンへようこそ。例のとんでもない洪水からの復旧に手を貸してくれてありがとう。とにかく何とかして崩落した橋を復旧しなくちゃいけない。あれは川の向こう側とつながる唯一の道だからね。つまり今回の舞台、ミシガン州は洪水の被害に遭い大変なことになってしまっているんです。じゃからチュートリアルではその影響で崩落した橋を復旧しましょうということじゃな。では早速復旧作業に入りたいところですが、ちょっと待った。まずは少し動きやすいように設定を変更いたしましょう。スノーランナーのハンドルは独特で、一般的なレースゲームと違い、ハンドルから手を離しても勝手にセンターに戻らない仕様となっています。好みはあると思いますが、このハンドルの仕様が使いにくいと感じる方も多かったため、対策方法をご紹介します。まずはオプションボタンを押し、設定を選択します。
次にゲームのタブで操作モードを選び、十字キーの横を押してハンドルに切り替えます。すると先ほどまでスティックを離しても戻らなかったハンドルがなんと自動で中央に戻るようになるんです。主は戻らない仕様がしっくりくると言っておったし、お主らの使いやすいと感じる方を選択すればよいと思うぞ。次に視野を広げたいと思った方はビデオからこの2つの項目を変更します。こちらを変更することで一人称と三人称それぞれの視野角の最大値を広げることができます。最大にしても左スティックでカメラを寄せることはできるから安心するがよい。そうそう、スノーランナーをもし配信される方がいましたら、こちらのオーディオから環境音を選択してゼロにしておいてくださいね。と言いますのも、環境音をオンにするとガソリンスタンドなどで聞こえるラジオがあるのですが、こちらの音楽はどうやら著作権フリーになっていないようで、動画サイト様から警告が届きますのでご注意です。環境音がないのはちょっと寂しいが、ガソリンスタンドに近寄らずに進めることは困難じゃからの。該当するものは忘れずに設定しておくのじゃ。他にもいろいろと項目がありますが、下手にいじるとプレイに問題が生じる場合もありますのでお気をつけて。もしボタン表示がおかしくなったら、三角ボタンを押しデフォルトに戻すと治る場合があるぞい。説明が長くなりましたね。お待たせしました。それではスノーランナーのチュートリアルを進めていきましょう。今回の目標は大きく分けて3つ。1、監視塔を使いトラックを見つける。2、見つけたトラックを使用して崩落した橋の資材を集め橋を復旧する。3、直した橋を渡り拠点となるガレージにたどり着く。実際はもう1段階ありますが、それは後々ご説明しますね。チュートリアルの間は画面の指示に従って動けば大丈夫じゃと思うぞ。まずタッチパネルを押してマップを開きましょう。マップを開くと目的地との位置関係などを知ることができます。今回の監視塔はこちらじゃな。虫眼鏡のアイコンが目的地になるぞい。マップの移動は左スティックで移動、右スティックで回転と拡大を変更することができます。スタート地点はここじゃ。目標の監視塔は北東にあるようじゃな。監視塔に向かう時の注意点で、目的の場所以外にも他の監視塔が存在します。ややこしいですが、虫眼鏡マークのついているものが今回の目的地なのでお間違えないように。それでは最初の指示通り監視塔を見つけに行きましょう。こんな感じに早速動けなくなってしまいました。大きな災害の後じゃからこの辺りの地面もぐちゃぐちゃになっているようじゃな。こんな時はヒントに書かれているように L1 をホールドしたまま右スティックを傾けてローギアに動かし、タイヤの回転数を落としてゆっくり回してみましょう。回転数を下げて泥をつかむイメージじゃな。さらに L1 と四角ボタンを押しオールウィールドライブを動かすこともできます。 AWD は燃料消費量などが上がってしまいますが、全てのタイヤを回転させて前進する機能なので、不整地では基本的に利用した方が良いですね。じゃが AWD を使ってもなかなか大変じゃの。そこでヒントの方では今度はウィンチについて出ていますね。近い方はエンジンがかかった状態で十字キーの上を押し、ウィンチの取り付けを選択。まずは自分の車のどこからウィンチを伸ばすかを選択して決定。次にウィンチをつなげる相手を選択すると、お互いをウィンチでつなぐことができるのじゃ。ウィンチの相手には木や電柱、他のトラックなどつなげることができますが、細い木などは重量に負けて折れてしまったりとあまり信用はできないので注意です。それとウィンチは離れたものの方が力が出るでの。覚えておくとよいぞい。両方をつないだら三角ボタンで巻き上げ、丸ボタンで切り離しができます。相手が自走できる車両の場合は四角ボタンでエンジンをかけて自走してもらうこともできますね。ちなみにウィンチの巻き上げと同時にアクセルを押せば2つの動力を使えるので脱出しやすくなります。横転を防ぐためにも使えたりするが、基本的にエンジンが動いてないと使えぬゆえ、完全に横転してから使うことはできんので気をつけるんじゃぞ。さて少し飛ばすぞい。そうそう、ウィンチといえば三角ボタンを押すだけで画面の中心付近に取り付けるクイックウィンチもあります。こちらも便利な機能なので状況に応じて使い分けてみてくださいね。さらにちょっとだけ飛ばします。
地形を読む。君は道路、土、ぬかるみ、深い泥、水、岩だらけの滑りやすいエリア、雪、氷など様々な地形に遭遇することになる。装備の整った車両に乗った経験豊富なドライバーのみがあらゆる地形に対応できる。自信がない時には危険を避けるのも恥ずかしいことではない。メニューから利用可能なコーデックスで様々な地形の詳細を確認できる。先ほど書かれていた通り、こちらのコーデックスで様々な情報を調べることができるぞい。全部読むのは大変ですが、役に立つ情報もいっぱい載っていますので、気になるとこだけでも見ておくと良いかもしれません。さて、危険を避けろと先ほど言われましたが、無茶もできるのがこのスノーランナー。ちょっとたとえバリケードなどで道が塞がれていてもどかして通ることもできます。道路が冠水していますが強行突破しちゃいましょう。ただしあまり速度を上げて入水すると危険なのでしっかり減速してくださいね。この危険な周囲のラインさえ越えなければちょっとした水場なら案外突破できるもんじゃ。燃料ステーション。ここか燃料を輸送できる車両の近くにいれば燃料を補給できる。燃料及び車両の修理は無料だ。チャンスがあれば常に補給しておこう。なんとこの世界は燃料などが無料でもらえるんですよね。燃料がなくなると動けなくなってしまうでの。近くに来た際はしっかり給油しておくんじゃぞ。給油が終わったらもう一度タッチパネルを押して目的地をチェックするのじゃ。ちなみにじゃがマップを開いた時に三角ボタンを押すと時間を進めることができるぞい。夜になると周りが暗くなって走りにくいから時間を6時にしておくとよかろう。時間を明るくしたところでマップを見てみると、目的地の監視塔はこのガソリンスタンドの裏側のようですね。ではこのガソリンスタンド横の道から向かってみようかの。ここは少し道が悪いのでこんな時はあえて道を外れるのも手ですね。毎回道の上が正解とも限らないのがスノーランナーの難しいとこじゃな。そのまま道を進み、目印のマーク側に向かって走ると見えました。監視塔ですね。基本的に監視塔はどこのマップもこんな感じの建物じゃな。監視塔を発見。よし、最初の監視塔を発見したな。監視塔をアンロックするとマップの一部分が可視化される。橋を修復するには資材を運ぶためのより大きな車両が必要だろう。マップを開いて周辺を確認してみよう。目標、橋を修復するのに必要な資材を運搬できるトラックを発見しよう。監視塔の付近にある青い枠を踏むと周辺のマップが詳しくわかるようになるぞい。現在青枠は踏んでも消えないから一度中に入るだけで OK じゃ。監視塔を開くとこのように今まで色が暗くなって見えなかった場所が見えるようになり、置いてあるトラックや荷物の積み込み場所もわかるようになりますね。車を強化できるアップグレードパーツも見つかることがあるからの、早いうちに監視塔を開くのがおすすめじゃな。チュートリアルが今度はトラックを見つけろとなりましたね。先ほどの監視塔でトラックが置いてあるのがわかるようになっとるぞい。そちらの方に近づいてトラックを見つけるのじゃ。少し道が分かりにくいのでここで便利な機能、マーカーの使い方をご紹介します。マップの任意の場所で R2 キーでピンを置くことができます。道に迷いそうな場合はあらかじめピンを置いて走った方がいいですね。間違えた場合は L2 キーを短く押すと消すことができる。さらには長押しすると全てのピンも消すことができるのじゃ。他にもピンにカーソルを合わせて R2 で移動させることもできますが、意外と判定がシビアでちょっと使いにくいので軽くご紹介だけにしておきますね。通りたいルートにピンを置いたらマップに青い目印が出てくるのでそれを頼りに進むのじゃ。あの青いピンが描かれたひし形がそうじゃの。かなり大雑把にピンを設置しましたが、不安な方は細かくピンを配置すると良いと思います。近づけば自動で次のピンに移るからどんどん進んでいくがよい。少し距離があるから早回しをするぞい。おめでとうございます。初めての大型トラック GMCMH9500 が手に入りましたね。じゃが書いてあるがこのトラックはどこでも走れるような強力な車両ではないから扱いには気をつけるんじゃぞ。ともあれこれで橋の資材を工場に積みに行くことができるでの。早速トラックに乗り換えるとするかの。車を乗り換える方法は
10時期以上のメニューからトラック変更を選択し、乗りたいトラックを選び決定ボタンで乗ることができます。オッケー。仕事に最適なトラックではないが、なんとかするしかないな。スティールリバータウンシップ社が君が橋を修理してくれるのを待っている。マップメニューではこのように契約を見つけることができる。ではタッチパネルを開き、新しく受注した仕事を確認してみるんじゃ。まずは契約タブに切り替えよう。契約とは大きな目標のことで、完了には時間がかかるし、しっかりとした準備が必要だし、エリアの偵察も必要になることも多い。現在いるミシガンの地域内で仕事をくれる雇用者たちのリストが確認できる。彼らは自身の活動に応じて契約を提供してくれる。スティールリバータウンシップがどんな仕事を依頼してくるのか見てみよう。契約にはロックされているものもある。どうやってロックを解除するかは契約の詳細で確認できる。まずは古い橋の再建の契約を見てみよう。この契約を完了するには2つ目の目標を達成する必要がある。これは順番に達成しなければならない。さあ十字キーの右を押して契約を承諾しよう。追加のマーカーが現れたぞ。街の中にあるそのマーカーは貯蔵施設を示している。ここでは必要な貨物を手に入れることが可能だ。壊れた橋の近くにあるマーカーは配送の目的地を表すものだ。街の貯蔵庫をチェックしてみよう。ちなみにですが、契約タブから仕事の詳細を表示してカーソルを動かし決定ボタンを押すと、それぞれの納品場所や積み込み場所を教えてくれますよ。今回は町の貯蔵庫という場所に鉄骨針があるようじゃな。ではそちらに車を向かわせよう。マップを覚えるまでは先ほどと同じように R2 を押してマーカーを設置をするのがおすすめですね。橋の修理。さあいよいよ橋を修理できるぞ。このトラックには貨物用のスペースがある。すべてのトラックのボディまたはトレーラーにはスロット単位で表される固有の積載量がある。例えばこのトラックは2スロット分の貨物を輸送できる。今回積む予定の鉄骨針は2スロットサイズの貨物なので、この子に取り付けてある荷台で運ぶことができますね。貯蔵庫まで少し距離があるので早送りで進みます。トラックといっても草むらをガンガン走れるわけではないからの。基本的には道に沿っていくんじゃぞ。無理やり進もうなんて考えると悪い結果になることが多いので特に注意してくださいね。時には道を外れることが正解の時もあるが、中行できる道をわざわざ迂回する理由もないでの。ここが町の貯蔵庫じゃな。少し入りにくいから車をぶつけないように気をつけるんじゃぞ。無事到着しましたね。では黄色い枠の中に入り積み込みメニューを開きます。ここで注意なのが荷物の積む場所で、今回はトラックに荷物を積み込む必要があります。もし積み込みプラットフォームに間違えて荷物を用意してしまうと、クレーンがない現状では積み込むことができません。L1 や R1 を押して積み込み先をトラックにすることを忘れなく。ちなみに間違えて出してしまってもお金は取られないからあまり気にしなくて大丈夫じゃて。鉄骨針を積み込んだら今回の納品場所の端に向かうのじゃ。橋までの道のりは大体の場所が舗装された広い道で、これなら簡単にたどり着けそうですね。じゃが走りやすいからといって速度を出しすぎると案外あっさり横転するからの。気をつけるんじゃぞ。横転すると積み荷を落としてしまい再度積み込みに行く必要が出たり、トラックのエンジンがかからなくなってスタート地点に戻る必要が出てくるで気をつけるんじゃ。移動に時間のかかる世界ですし、できれば再スタートはしたくないですね。特にクレーンもない状態で遠方から持ってきた荷物をゆっかりで落とした時なんじゃ。そりゃもう悲惨じゃて。考えたくもないですね。ちなみにスタートに戻る方法じゃが、十字キーの上のメニューから回収を選ぶとスタート地点に戻ることができるぞい。回収自体にペナルティなどはないが荷物は消えてしまうからできれば避けたいの。さて少し早回しで進めるぞい。しまったの。こんな感じに障害物に勢いよくぶつかると車にダメージが入ります。各パーツには耐久値が設定されていて、耐久値が0になると破損するのでお気をつけて。一例ですが、エンジンが破損する途中波で燃費が悪くなったり勝手に止まったりとなかなか厄介な状態になってしまいます。大破するとそもそもエンジンがかからなくなるでの。修理か回収で戻るしかなくなるから、車は大事に扱ってあげないと自分が大変な羽目になるぞい。修理部品を装備できる車もありますが、車を壊さないように走るのが一番ですね。さて到着したようじゃの。
納品場所はこのようにした矢印のアイコンと黄色い枠が目印じゃな。納品前に一つ注意点ですが、道中で横転しかかったり荷物に強い衝撃が加わると荷物の固定が解除されている場合があります。その場合はたとえ荷物がトラックに乗っていても納品ができませんので覚えておいてくださいね。荷物の固定方法は十字キーの上を押して積み荷を固定を選択すれば大丈夫じゃな。荷物がしっかり固定されていることを確認したら四角ボタンから貨物管理を開いて納品しちゃいましょう。これで第一段階が達成じゃな。橋の工事は進んでいるがまだ完成していない。完成させるには建設現場にさらに積み荷を届ける必要がある。必要な貨物はこの地域の製材所にある。マップで貨物の位置を特定してここまで到達可能なルートを探すんだ。鉄骨張りを無事納品すると今度は板材を2つ持ってきてほしいと言われましたね。先ほど開始灯を開いた時に製材場も見つかっておったの。契約のタブを開いて荷物の場所で決定ボタンじゃ。先ほども出ていましたが、この黄色のひし形に上向きの矢印が必要な貨物がある場所になります。今回は2箇所にありますが、これはここに置かれているトレーラーにも板材が乗っているためですね。この世界に用意されているトレーラーは基本的に全て利用しても問題がないからな。場合によっては積み込みエリアに行かなくても近くに用意されている場合もあるでの。仕事を受けたらマックからこのマークを探してみるといいぞい。製材所まで少し距離があるので早送りで進めちゃいますね。燃料やトレーラーなど自由に使わせてくれる住民さんたちはすごく親切ですよね。行政も他で手一杯なのかとてもここまで手が回らないようじゃし、住民さんからしても少しでも早くインフラを直してもらいたいんじゃろうな。橋が落ちるような壊滅的な被害ですし、きっと他の地域も手が足りなくて大変なんでしょうね。だからこそここを任されたわしらが少しでも早く復興できるように頑張らんといかんの。さて、ここが板材を用意してくれる製材場じゃな。枠の中に入ったら積み込み場所に注意してトラックに板材を積み込むのじゃ。今回の板材は1スロットの貨物なので、このトラックなら必要な2個を同時に積み込めますね。では橋まで戻ってこの契約を突破するのじゃ。サクッと戻るぞい。そこに置いてある赤いトレーラーが先ほど見かけた板材の乗ったトレーラーですね。うまくバックでつなげてやれば同時に4個の荷物を運べるようになるでの。一度に運べる数が倍になりますから、それだけ仕事を早く進めることができますね。今回は無難な方法を使うゆえトレーラーは使用しないんじゃが、慣れてきたらトレーラーはどんどん活用した方がいいと思うぞい。さあこれで納品場所に到着じゃな。お疲れ様です。おめでとうございます。これで橋を直すことができましたね。スノーランナーの基本はこんな感じじゃな。仕事を受け荷物を積み込み、それを納品場所に運ぶ。言ってしまうのは簡単じゃが、なかなかどうしてそれが難しいのがこの世界の面白いとこなんじゃ。さて、どうやら次の契約が用意されたようじゃの。タッチパネルを押し契約タブから確認してみるんじゃ。ガレージに移動。古くて錆びついたガレージですっかり傷んでしまっている。洪水が起きた時に放置されたものだが、この地域の作業拠点として使えるかもしれない。いよいよチュートリアルも終盤ですね。まずは十字キーの右を押して契約を受注しましょう。橋から東側に進んだ先に目的地のマークが出ておるな。契約の詳細から目的地の場所を選択すればカーソルが移動しますので、場所がわからなければそちらも試してみてくださいね。あとはガレージまで走るだけじゃの。サクッと早回しで行くぞい。ガレージまでは道なりに進めば到着できますので、あまり無茶をせず確実に進んでいきます。確実に進んでいきましょう。稀に道路に横たわる倒木などで思いもよらぬ動きをする時があるでの。くれぐれも速度の出しすぎには気をつけるんじゃぞ。安全運転を心がけたいですね。前実を言えば先ほどの場所はよく見れば倒木があるのはわかるからの。倒木を乗り越える際はしっかり減速をすればあのような事故は起こりづらくなると思うぞい。
分かってたなら先に言ってほしいです。こういうのは人に教えてもらうより自分で体験した方が覚えるもんじゃで。確かにそうですけど、なんか納得いかない。ほっほ、これも勉強じゃな。さて、ガレージが見えてきたの。この看板が目印ですね。これからはここが拠点になります。今回の契約ではガレージに近づいて発見しろと言っておるな。ちょっとガレージを発見した。最初のガレージを発見したぞ。ここまでやってきた一連の流れがゲームのメインとなる部分だ。探索し、監視塔を見つけ、契約を達成して報酬を受け取り、ガレージを見つけて車両を改良したり、新しい車両を手に入れる。さあ、中に入ってみよう。契約完了。ガレージに移動。ガレージを使えば君のトラックを本物のモンスターに改造できる。この地域の沼地が君の新たなホームだ。準備ができたら契約を受注して仕事を始めよう。別の地域に移動する前にガレージに入ると最後のチュートリアル、まだ説明が。エリア移動が始まります。説明おじさんに任せると話が長いので簡単にやり方だけ説明しちゃいますね。まずは四角ボタンを押して今乗ってきた車をトラック保管庫にしまいます。車が消えるので、そしたら三角ボタンを押してグローバルマップを開きましょう。グローバルマップが開けたら R1 ボタンでエリアをアラスカに変更します。エリアを変更したら、あとは四角ボタンを押せばアラスカのガレージに直接飛ぶことができます。一見するとミシガンのガレージと同じじゃが、タッチパネルを押してみるとアラスカ地方の北の港に移動したことがわかるぞい。無事移動できましたら再度保管庫に行き、先ほど預けた車で決定ボタンを押し、アクティブなトラックに移動させます。移動させたらキャンセルボタンを押し、ガレージの画面に戻ります。ガレージに戻ったらガレージを出るを選択じゃな。アラスカへようこそ。ゲームの基本は理解できたな。これからは情勢を偵察して仕事を受注し、車をアップデートしたり新しい車を手に入れて荒野に乗り出せ。アラスカの仕事を荒れた天候が多いから難儀するだろう。ミシガンに戻って後からアラスカに来ることもできるぞ。マップメニューからまだ行っていないエリアを偵察し、監視塔を見つけて契約を果たすんだ。よく頑張ったの。これで晴れてチュートリアル突破じゃな。お疲れ様です。突破おめでとうございます。これからどんどんお仕事をこなして立派なスノーランナーになってくださいね。さて、チュートリアルの関係でアラスカエリアに来たわけじゃが、このエリアはチェーンタイヤがないと走りにくかったりするからの。説明おじさんも言っておっただから違が、うって。まずはミシガンエリアから仕事をこなした方がいいと思うぞい。アラスカエリアはミシガンより舗装路が多いですが、その舗装路が凍っていてチェーンタイヤ以外だとすごく滑って危ないんですよね。あとアラスカエリアは報酬金が安いから苦労する割にお金も経験値も増えにくいのであまりおすすめできません。故に主はミシガンからを進めておるの。先ほどと同じようにトラックを保管庫に入れ、グローバルマップからミシガンに戻るのじゃ。ちなみにじゃが、マップの目標タブからガレージを選択することもできるでの。覚えておけば何かの役に立つかもしれんぞい。それでは最後にアラスカから引き上げてきた車両をミシガンに戻しましょう。これにて初心者さん向けしの乱行じゃ。チュートリアル突破編は終了じゃな。ここから先は最終的な目標こそ契約を全て達成することになりますが、攻略までの進め方は特に決まりがなく、各ランナーさんの自由に選ぶことができます。ルート選びですら人によって変わるでの。お主らもそれぞれのスノーランナーを楽しんでくれると嬉しいぞい。さて、ではこの辺りでお開きにするかの。皆様お疲れ様でした。こちらのチャンネルではスノーランナーの配信をメインに動画を投稿しています。たまにこんな感じのお役立ち動画も作るので、よければチャンネル登録、高評価で応援していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。またよければ遊びに来てくれると嬉しいです。それでは皆さん、良きヌタライフを。